サンバラを聴こう。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。8月も下旬に入りまして、歌会の後半はソロ歌手のロックバラード曲を紹介します。今回は2005年にユンドヒョンさんが発表したサランゲンナバー、愛していたみたいという曲を紹介します。去年の11月に賢い医師生活の OST 特集をした時に、秋の郵便局の前でという曲を紹介して、その時はドラマ OST のキム・デミョンさんのバージョンでカバーしたんですが、もともとはユンドヒョンさんのデビュー曲なんですよというお話をしたと思います。私が大好きで敬愛している歌手のお一人です。では早速ユンドヒョン先生の来歴から紹介しますね。ユンドヒョン先生は1972年生まれの現在51歳でいらっしゃいます。1994年に第1週アルバム秋の郵便局の前でデビューするんですね。でちなみにこのデビューの年が、ユヒヨル先生と同じ年っていうことで、このお二人はとても仲良しです。ただ当時はダンスミュージックが大流行していた時代で、あまり大衆的なヒットはしなかったそうなんですね。でも当時の音楽の先輩方はユンドヒョンさんの才能を高く評価していたそうです。1996年からは YB ユンドヒョンバンドとしてバンドスタイルで活動をし始めて、ロックバラードが人気を集め始めます。ソロではフォークソング、バンドではハードロックも両方歌いこなせる高い歌唱力からフォーロックの歌い手とも呼ばれているそうです。ユンドヒョンさんは本当に生まれつき声がめちゃくちゃいいんですよ。ザ・いい声の人という感じです。これは個人的な想像なんですが、生まれつき喉がすごく強い方だと思います。声帯を閉鎖する能力が高いんですけれども、摩耗しないんですね。高音でも高くて伸びのいい音色を、声の厚みを落とすことなく鳴らすことができます。で、声量もすごく大きいんですね。ものすごいパワーを持っていながら繊細にも歌える歌手の方です。歌っている動画を見ていると、体の使い方とか呼吸も相当上手なんですけれども、多分それだけ真似ができたとしてもユンドヒョンさんのようには歌えないと思うんですね。やっぱり天性の声帯の強さもかなり関係していると思います。発声は日本のロック歌手のビーズの稲葉さんとも共通する点を感じるんですね。で、稲葉さんの方がちょっと口頭のポジションは高めなんですけれども、ロックの大きなこの重厚感のある音圧を抜くような硬くて伸びのいい高音を聞かせてくださいます。そしてユンドヒョンバンド YB の代表曲といえば、サッカーの応援歌オーピルスンコリア、オー必勝コリアという意味なんですけれども、この曲が有名なんですね。で、この曲自体は昔からあった曲なんだそうですが、2002年の日韓合同ワールドカップに向けて YB がこの曲をアルバムに収録して、また全国民の応援ムードも相まって人気を集めたそうです。で、この曲は結構サッカーの試合でも歌われていたので、日本でも聞いたことがある方も多いと思います。で、私は今日カバーする曲サランゲンナバーでユンドヒョンさんを知ったので、後になってからこのピルスンコリア、必勝コリアを歌ってた人なんだっていうのを知りましたね。で、こちら概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにこの後2006年に前回紹介したバンドのボジュもピルスンコリア、必勝コリアを歌っているんですね。で、ボジュはデビュー前にユンドヒョンバンドの前座をやっていた時期もあったそうで、良き先輩後輩の仲だったということですね。では続いて今日カバーする曲サランゲンナバー、愛していたみたいの話題に入っていきます。この曲は2005年に発表されたユンドヒョンさんの第2週ソロアルバムディファレンスのタイトルトラックです。
この2005年の大ヒット曲で音楽番組や音源ダウンロードで最多1位を記録した曲です。この曲はコード進行が非常にシンプルで D、E、F シャープマイナーを行ったり来たりしてたまに A と B マイナーが挟むみたいな程度なんで、最悪ね5つコードが弾ければカバーできる曲ですね。なので楽器初心者の方にもおすすめの曲です。シンプルなコード進行でもいい曲はできるんだなと思わせてくれるような一曲でもありますね。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。歌詞の内容は別れた恋人への未練の気持ちを歌っている内容になります。まず最初の部分からサビの部分まで紹介しますね。이별은 만남보다 참 쉬운 건가 봐. 別れは出会いよりずっと簡単みたいだ。차갑기만한 사람. 冷たいだけの人。내 맘 다 가져간 걸 왜 알지 못하나. 僕の心をすべて持っていったことになぜ気づかないのか。보고 싶은 그 사람. 会いたいあの人。という出だしなんですね。で、次、サビの部分の歌詞を紹介します。사랑했나 봐. 愛していたみたい。잊을 수 없나 봐. 忘れられないみたい。자꾸 생각나. 何度も思い出す。견딜 수가 없어. 耐えられない。후회하나 봐. 後悔してるみたい。널 기다리나 봐. 君を待っているみたい。또 나도 몰래 가슴 설레어와. また知らないうちに胸がときめいてくる。저기 널 닮은 뒷모습에. あそこの君に似た後ろ姿に。という歌詞なんですね。なんか歌詞だけ聞いてると若干愚痴を言ってるかのように聞こえるんですけれども、ユンドヒョンさんが歌うとね、本当にかっこいい曲です。もともとはバンドサウンドの曲なんですが、ユンドヒョンさんの YouTube チャンネルにこの曲をピアノで弾き語りカバーしている動画があってですね、それがすごくかっこいいので、今回はそれに倣ってピアノ一本でカバーしてみました。で、ユンドヒョンさんが練習室みたいなところで弾き語りをしている動画なんですけれども、マイクも使わずにもう生音でその場で歌ってるのを撮影してるので、逆に声量の落差がよく分かってですね、A メロはすごい静かでサビになるともうバーンと叫びに近いような声量が出るっていうのがよく分かって、すごくかっこいい動画です。で、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますね。で、ちなみに2016年にユンドヒョンバンドが発表したリマインドという EP にもこのピアノバージョンが収録されておりますので、 Apple Music ではね、もうそれ聴けることを確認していますので、そちらもぜひおすすめでございます。では曲を聴いてみてください。ユンドヒョンさんの사랑했나 봐、愛していたみたいという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。ユンドヒョンさんのボーカルがとても男性的でね、かっこいいので、女性の声でどうやってカバーしようかというのを少し悩んだ曲でしたね。この曲はアニメクレヨンしんちゃんの韓国での放送で挿入歌になったことがあるそうです。まずですね、韓国のクレヨンしんちゃんはチャングネンモンマンリョというタイトルなんですが、これ意味はね、チャングは止められないっていう意味です。で、韓国ではしんちゃんの名前がシンチャングという名前なんですよ。シンが名字でチャングが名前なんですが、つなげて言うとシンチャングなんで、原作のしんちゃんに沿っている感じでいい名前ですよね。ちなみにお母さんのミサエさんはボンミソン、お父さんのヒロシさんはシンヒョンマンさんというお名前になっております。そしてこの韓国版のストーリーの中で、しんちゃんの幼稚園の先生の一人が素直になれないまま恋人と別れてしまって後悔しているっていうシーンが出てきます。で、その恋人が空港から飛び立っていく日に、園長さんが機転を利かせて、今日はもう園児を空港見学に連れていくっていう名目にして、その先生を恋人に会いに連れてってあげるっていうシーンがあるんですね。
でそこでこの曲がかかるそうなんですよ。でこれはね、公式の動画はちょっと出てないのでリンクを貼ることはできないんですが、この幼稚園の先生はね、女性の描写なんですね。なので女性側の気持ちとしてもこの曲は当てはまる歌詞の内容だなと思って、実は今回この韓国版のクレヨンしんちゃんを参考にですね、歌での表現っていうのをちょっと考えました。つい最近ですね、ユンドヒョンさんが実は3年前からがんで闘病していらっしゃって、最近完治の診断を受けたという記事が出ました。でちょっと内容が気になったので韓国語の記事を検索してみたところ、日本の記事ではがんと書いてあったんですけれども、正確にはイ・マルトリンパ腫という病気だったそうです。確かにですね、マルトリンパ腫は悪性腫瘍の部類には入るんですが、比較的予後が良くて治療にも反応しやすい部類の腫瘍なので、今回完治という診断になったのだと思います。でユンドヒョンさんは心配をかけないために治るまで両親にもこのマルトリンパ腫に罹患したことを黙っていたそうなんですね。それが正解かどうかっていうのは人によると思うんですけれども、これも孤高のロッカーの精神というか美学を感じるようなエピソードでしたね。ぜひこれからもお元気で長く活動していただきたいと思います。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK